はい、どうも、浦野ですね。今日はですね、iPhone についてお話ししていきたいと思います。もう今日のですね、午前2時からですね、Apple の方から発表がありまして、iPhone 15がね、ついに発売ということでございます。で、今回のですね、iPhone 15に関しては、結構ね、皆さん買うんじゃないかなと思っていて、機種変更というか、買い替えをね、される方は結構多いんじゃないかなと思っております。というのも、前回のですね、iPhone 14がですね、13からの進化っていうのが、ちょっと、少なくって、劇的な進化みたいなものがあんまなかったんですよね。なので、13ユーザーの方は、13のままでいいか、みたいな形で、乗り換えをせずにね、見送ってた方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思っていて、でそんな中で、この iPhone 15がですね、このライトニングケーブルが廃止になりまして、今回 USB Type-C に対応するということで、これをね、待ってたっていう人かなり多いんじゃないかなと思っておりまして、今回の iPhone 15はですね、かなり皆さん乗り換えられるんじゃないかなと思っております。かくいう自分もですね、今 iPhone 12なんですけど、14出たタイミングでちょっと買い替えようかなって思ってたんですが、ちょっとタイミング的なものと、あと次でね、ちょっと USB Type-C に対応するかもみたいな噂が出てたんで、ちょっと我慢して買い替えをせずにですね、この15を待っておりました。なので今回はですね、自分もこの iPhone 15はですね、買います。はい。買い替えようかなと思っております。今回の目玉であるこの USB Type-C への対応に関してですね、一つ注意事項というか、認識しておいてもらった方がいいかなと思う点がありましたので、そこもね、お話ししていこうかなと思っております。USB Type-C になることによって、何がメリットかっていうとですね、例えばですけど、こういったような発生機材とかね、今最近のものってほとんどですね、USB Type-C で充電できるモデルが増えてきておりまして、なので今までは USB Type-C の充電ケーブルと iPhone 用のライトニングケーブル2本ね、持っていかなきゃいけないっていう状態だったんですが、やっぱりそれを1本にね、することができる、まとめることができるっていう点で、皆さんがね、USB Type-C にしてくれというふうに思ってた理由なんじゃないかなと思ってます。で、もう一つがやっぱ転送速度ですよね。データの容量がやっぱり写真とかの性能が上がってきていて、写真とか動画とか撮った映像とかを PC とかに、編集ソフトとかにね、映すときとかに、転送速度が速ければ速いほど、やっぱりデータのやり取りがスムーズですので、それってやっぱ速い方がいいですよね。今まではライトニングケーブルで、転送速度で言うと、ライトニングケーブルは USB 2.0 の規格相当のですね、転送速度というものになっておりました。これが別に決して遅いわけではないんですけど、やっぱり今ですね、パソコンとかで使われている USB の規格って大体 USB 3.0 以上だと思っておりまして、かなり転送速度が速い USB Type-C のモデルが出てる。で、USB Type-C イコールめちゃめちゃ転送速度が速いっていうイメージがあると思うんですけれども、ちょっと気をつけてもらいたいのが、実は iPhone 15に関してはですね、USB Type-C に対応なんですけど、USB 2なんですよね。2.0 なんです。これはライトニングケーブルの転送速度があんま変わんないんですよ。なので、USB-C になるメリットはある、ケーブルがね、少なくなるっていうメリットはあるんですけど、iPhone 15の無印に関しては、転送速度は今までとそんなに変わんないんですよ。iPhone の15 Pro でようやくですね、Type-C の USB 3に対応ということで、転送速度がかなり速いモデルになっているということでございます。今までの14とか13のね、ライトニングケーブルでの転送速度で、全然十分で、そんな不満にも感じていない。けどやっぱりケーブルはですね、減らしたいよっていう方に関しては全然無印で、全然問題なく使えると思いますので、そこはいいかなと思います。はい。あとはですね、今回ですね、ちょっとこの15と15 Pro、あと iPhone 14の Pro とですね、比較してみて、どんなところが変わったのかっていうところをね、お話ししていこうかなと思っております。で、iPhone 15と iPhone 14 Pro はですね、結構スペック似てまして、ただ、プロモーションテクノロジーとか、常時表示ディスプレイっていうのがね、15では無印ではないので、これはプロ専用のですね、機能になっているかなというものになります。常時表示ディスプレイはね、使うのかなどうなんだろうな。あると便利だなぐらいの感じですかね。はい。
で、チップがですね、14 Pro に使われていた AA16 のチップが今回 iPhone 15の方にですね、搭載されまして、6コアの GPU も5コアとなっております。で、15 Pro になったことによって AA17 のですね、チップが積まれることになりまして、変更点としては、ここですね、6コア GPU っていうことで、GPU の性能がですね、かなり向上していて、動画編集とか、あとゲーム性能とかがね、上がっているということでございます。で、今回 iPhone 15の無印の方でも、48メガピクセルのですね、センサーが載ったというところはですね、かなりいいんじゃないかなと思っております。で、さっきのここですよね、USB Type-C に変更になったんですけど、規格がですね、2.0 と 3.0 でちょっとですね、プロと無印で差がありますので、そこだけですね、ちゃんと注意しておいてもらえたらなと思います。で、あとはそこまで大きな変化っていうわけじゃないんですけど、一個ですね、自分がいいなと思った変化がですね、動画性能のところになりますね。これですね、ログビデオの撮影ですね。ログ撮影ね、できるようになりましたね。14 Pro の方ではできなかったんですけど、これでできるようになりましたと。iPhone でログ撮影するかって言われたら、どうだろう。あんまする機会はないかもしれないですけど、やっぱね、いろいろとできることが増えるっていうことは、ミラーレス一眼とかをね、持ってない方で、もうスマホでね、カメラを完結させたいっていう方にはですね、嬉しい機能ですよね。あと、細かい違いですけれども、Wi-Fi の規格がですね、6E にですね、対応しておりますね。Wi-Fi ルーターがね、6E に対応してなかったらあんま意味ないっちゃ意味ないんですけど、もしね、対応しているルーターをお持ちの方なのであれば、よりね、安定した通信ができるというところで、ここは一つ差分になっておりますね。あとは、ほぼほぼ一緒ですね。そう。で、バッテリー性能はですね、実は14 Pro からそんな変わってないみたいなんですよ。ビデオ再生時間は23時間で、バッテリーはだから同じなのかな。ここはですね、アップデートされてないという感じみたいですね。はい。ということで、ちょっと今日はですね、iPhone 15が発表されたというところでお話ししているんですけれども、詳細スペックとかね、例えば15でね、チタニウムボディが使われたとか、15無印の方でもアイランドが採用されたとか、いろいろとですね、細かい機能の進化っていうところはね、あると思うんですけれども、それはね、詳しくは多分いろんなね、クリエイターさんがもう動画にしてあげられてるかと思いますので、今日はちょっとですね、自分が思ったですね、USB Type-C になるっていうところ、すごく嬉しい話ではあったんですけど、無印とプロでね、この転送速度っていうところで差があったので、ちょっとここはね、皆さんにも情報共有しておいた方がいいかなと思ってお話ししていた次第でございます。別に自分としてはですね、12からの乗り換えになるので、正直ですね、iPhone 15でも15 Pro でもですね、かなりの性能アップにはなりますので、ちょっとどっちにしようかなと思って迷ってはいたんですけど、やっぱり転送速度の部分ですね。ちょっと今後ですね、このミラーレス一眼とかで撮影する風景とかをこの iPhone で撮るみたいなね、やつもやっていければいいかなと思っていて、ちょっと iPhone での撮影っていうのもやっていくことを考えるとですね、ここで撮ったデータを PC に取り込むときの転送速度はやっぱり速い方がいいなというところを思いまして、今回は自分はですね、iPhone 15 Pro をですね、買おうかなと思っております。で、今回はかなりですね、皆さん買い替えるんじゃないかなと思っていて、もう予約日にしっかりと予約しないと発売日には多分届かないかなと思いますので、かなりね、品薄になるんじゃないかなと思っているので、頑張ってね、争奪戦に勝ちたいなとは思っているんですけれども、予約開始日が、これだ、15日の午後9時からってなっておりますので、ここに合わせてね、頑張って予約をね、取れればなと思っております。皆さんはね、どうですか？今回は買い替えますか？ちょっとね、どの機種にするかとか、いや、今回は見送りますよ、みたいな話があれば、ぜひともですね、コメント欄で教えていただければ嬉しいです。今回はですね、iPhone 15の発表に伴いまして、ちょっと注意事項というか、各モデルのね、詳細比較みたいなところをちょっとさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか？もしこの動画ですね、ちょっとでも参考になったよという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。このチャンネルでですね、こんな感じでガジェット類のレビューだったりとか、あと撮影機材のね、お話とかっていうのをさせてもらっているチャンネルでございます。今後もね、いろいろと動画を上げていきたいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければ幸いです。では、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。